空が青いなはい、おはようございます。今日は8月の8日土曜日でございます。はい、早朝6時前でございます。はい、今日はですね、こちらじゃん、一面経済や、ロードサイド看板を作るということで、ちょっとね日中暑くなっちゃうんでね、はい、涼しいうちに、看板ね、面板交換工事、やっていきたいと思います。ということでよろしくお願いします。人月。はい、じゃあね、まずね、面板をねきれいにしていきます。意外とね看板ってねこれ汚れてるもんなんですよ。ちょっと下がねやりづらいですけど、はい。はい、ということでね、早朝朝から、看板工事やっております。昨日ね、朝5時から4時起きでね、5時から草むしりね依頼されまして、非常にね快適だったんですよ。ちょうど5時からぐらいが日が明けてきてですね、はい、そしてね、8時ぐらいに終わったんかな、8時半ぐらい、非常にね、暑くなく、快適だったもんですから、今日はねこちら、看板工事もねちょっと6時ぐらいから始めさせていただいてます。はい。でまあちょっとね、まず、いろいろ、改善点がたくさんありましてですね、久々に、フィルムカッティングシート張りっていうのをねやったんですけども、はい、まずね、赤ベタをね、貼る前に本来は白ベタを貼って、下がね透けないようにしなきゃいけないっていうのが一つ。これね、昔看板屋でやってた頃を思い出しましたよ。はい。やはりね下が透けちゃうということで、下に白を一回貼ってそれから赤を貼ると、そういうね常識的な看板屋の常識的なものがあるんですけども、ちょっと今回はね申し訳ない、コストがね、そんなにかけられないもんですから安くやらなきゃいけないもんですからね、ちょっと一枚張りということで、やっております。でそれもいいんですけども、これ最初ね赤ベタをね横張りしようとしたんですよ。はい。で横張りするとですね、ワイドが1820、ミリということで、実はですね、非常に貼りづらいっていうことを思い出しまして、そうだ、だいたいねこの幅が900等ぐらいなんですけれども、900ぐらいなんですけども900ミリね、それの方が貼りやすいっていうことで、そうでした、看板屋さんね職人さんみんなね、縦張りしてたんだなっていうことを思い出しまして、一回横張り、したんですけども全部剥がしまして、もう一回最初からやり直しということで、縦に貼っていきました。はい。で久々だったもんですからね、ちょっと多少エアーが入ってしまったり、しました。看板工事ねやってる時もそうだったんですけど、こまめにですね、カッターの先端でですねエアーのところを空気を抜きましてですね、はい、そしてね、やっていくわけでございますが、この辺は、やはり思い出しましてですね、やっていっております。で少しずつね、下の、アプリケーションフィルムを剥がしながら、貼っていきます。これがね、画面上よくわからないかもしれませんが、こうエアーがねプクプクとなっております。
そこで一回カッターで、ちょっと、穴を開けましてね、デアを抜いていくと、そういうことをやってます。でこちらがいよいよね、その上に白文字で、レストラン、この手前矢印みたいな感じでね、次を、矢印みたいな感じかな、はい、の文字をね、貼ってきます。でこれもね、看板屋でやってた頃は全部ね、プリンターがですね、カッティングしてくれてですね、さらにアプリケーションフィルムまで上、透明なね、文字と文字、漢字の、なんですかね、パーツをね、バラバラにならないようにこの上にですねアプリケーションフィルムっていうのも貼ってくれて、で現場はねもう一発で、貼れると、そういうような感じだったんですけども、今回は全部ね手切りで文字をカットしておりますんでね、はい、もう致し方ないということで、まずね、レストランという文字をね、当てていきます。で高さを見てねやるんですが、ちょっとね下すぎたかなっていうことで、一回剥がして、ちょっと上の方に貼り直していきます。はい。そしてね、一応左右のバランスを見てセンター合わせで、それでねいよいよ下のね、矢印の部分から、文字を貼っていきます。はい。でこんな感じでねやると文字がバラバラに、ならなくて貼れていきますんで、はい、ちょい切りながらですね、はい、そして文字を貼り込んでいきます。そんな感じでね、カッティングシート、貼っていっております。ということでね、本日の作業内容はこちらとなります。レストラン本番、内弁慶のね、こちら裏面、はい、出来上がりました。暑いね。以上です。はい、こちらがね、東京湾観音方面に向かった、内弁慶のね看板、ここで、分かりづらいんですよね。はい、これでやっとね、はい、レストラン看板が見えました。はい、こちらがね、大貫駅方面、大貫海岸方面ですね。はい、こちらの看板ね、はい、出来上がりました。はい、おはようございます。言ったな。朝6時に内弁慶の、ロードサイド看板ね、作りに行ってまいりました。そしてね、6時にやったんで、8時には終わるだろうなと思ってたんですが、はい、いや10時になっちゃいました。はい、10時半ですね今ね。はい、ですので、やっと終わりました。はい、ということでね、今日は、朝から、内弁慶のロードサイド看板を作るということで、はい、で今10時半にねリサイクルショップ戻ってきましたんで、通常のルーティンをねちょっとやって今日は終わりとさせていただきます。ということでよろしくお願いします。人月。はい、それでは毎朝のモーニングルーティンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちら写真撮っていきたいと思います。それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。
はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、本日は以上となります。いよいよね、明日、狩猟免許の試験でございます。はい、ちなみにね、勉強してませんが、してるんですよ。はい。でね、ちょっとね、ちなみにどんな問題が出るかね。はい。1個皆さんにね、出したいと思いますけども、ちょっと待ってね。ここね、狩猟鳥類を大きさ順に並べているものはどれか。あはキジバト、ミヤマガラス、ヒヨドリ。いがミヤマガラス、ヒヨドリ、キジバト。うがミヤマガラス、キジバト、ヒヨドリ。ということでね、正解はうなんでございますが、そんなこと知らんわな、ほんまにね。全くわからんわ。キジバトが何やんじゃか、名前がわからんわ、ほんまなーっていうことでね、いよいよ明日でございます。果たして狩猟試験無事受かるんでしょうか。乞うご期待ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。帰って勉強しなきゃーゲッツ。東京湾のすぐそばに蒲湖がある。開けるたびに海がある。山がある。美味しいがある。楽しいが